森谷京香です。星谷美代です。きよみおです。きよみおです。今日は何をしますか？今日は YouTube 王道といえば王道なんですけど、はい。お二人に100の質問をぶつけていきたいとうわ、出思います。た、見たことあるやつ。憧れてたやつだ。イエーイ。なんか YouTube っぽい挨拶あったりします？確かにそれ考えないと。普段もないですもんね、今のところ。皆さんにコメントでなんか、何か案がある方、ぜひ書いてください。じゃあ始めていきましょう。はい、わかりました。 100の質問です。名前は？ニックネームは？はい、森谷京香です。ニックネームはきょんちゃんかきょんです。はい、星谷美代です。ニックネームみおたって呼ばれること多いです。名前の由来は？きょんちゃんは、それこそみおたと一緒に出会った番組があるんですけど、その時に自分のあだ名言ってくださいっていう流れがあって、ひねって考えたのがきょんちゃんで、そうなんだ。そう、そこからずっと、初めてそう、その時に作って、だから、子供の頃のあだ名は全然違う。ひょっぴーとか、もりっきょって言われてた。そうなんだ。そうです。みおたって呼ばれてるんですけど、もともとは、なんか、みよみよ太郎みたいな。なんか、みよ太郎みたいな。そう。太郎じゃん。なんか、私が多分 SNS、なんか、その LINE とかの名前あるじゃん。みよみよ丸とか、みよ太郎とかにしてって、縮まって、みおたみおたになったんだけど、それこそでもラジオの時はみおたんだった。みおたんって呼んでた。タン呼んでくださいみたいな。かわいすぎる。確かにね。すごい1個目だけでこんな長く話さないのかな。なんかさ、パンパンそうだよね。100もあるからさ、興味の話がない。すぐ雑談しちゃうから。誕生日は？ 5月22、1月2日。血液型は？ B。AB。趣味は？特技は？趣味はプロレス観戦、特技は書道とちょこっとドラムでギター頑張りたいと思ってます。趣味は引きこもること、本を読んだり、動画を見たり、映画見たり、家でできることが好き。特技は家具を組み立てること。いいねいいね。説明書を読むのが好きです。好きな食べ物は？苦手な食べ物は？好きな食べ物はタピオカと牛肉で、嫌いな食べ物は牛乳です。最近パクチーが苦手なことにも気づいた。あとウニ。好きな食べ物はエビと牛タンとオムライス、唐揚げなど。オムライス好き。大好き。嫌いな食べ物はトマト、梅干し、大葉など、なんか癖の強い味の。パクチーも苦手。右利き左利き？右。ポジティブネガティブ？ネガティブ。ネガティブ。好きな色は？黒と赤。青、水色、黒。今日のファッションのポイントは？今日のファッションは、黒い服ばっかり着てるから、ちゃんと色のあるものを着ようと思って、ちょっと白っぽく着ました。みおたからもらった犬。動物コーデです。かわいい。動物います。動物です。黒いです。かわいいから来ました。好きな映画は？映画見ないんだよな。でもライアーゲームとか好きでしたね。いいね。最近あとグランメゾン東京を映画を見ました。見たよ。めっちゃ面白かった。パリね。パリのやつ。私劇場版アイドリッシュセブン、ビヨンドザピリオド。でもさ、国宝も良かったよ。国宝良かった。待って、国宝見たわ。見た。宝物は？まあでもファミリー。本物のファミリーとみんな。お仕事かな。口癖は？なんか。なんだろうも結構言う。そういえばとか。平均睡眠時間は？3か4ぐらいで。7時間くらい寝てる？一番いい。でも寝るのが7時遅いです。間以上が一番いいんだってよ、だって。4時くらいに寝てます。やばいですよ。好きな言葉は？明鏡止水です。現金いっぱい、使うのがいっぱい。よく使うアプリは？ビューティーカムとか。一緒かも。この1年で挑戦したいことは？ギターですかね。もっと弾けるようになりたいかな。それはまずあるかな。またやっぱ健康に気をつけたいと思ってるので、ジムとかもちょっと頑張りたいなって思います。小さい頃はどんな子だった？元気いっぱいでした。元気いっぱい。なんか今より活発。同じかも。お外で木登りとかしてたかも。今後やってみたい髪型は？本当は短く切りたい。でもやっぱヘアアレンジがあんまりできなくなっちゃうのと、ツインテールが大好きだから。わかる。そう切らないけど、本当はボブとかにもう一回したい。やっぱ派手な色入れてみたい。今までやったことのある習い事は？でも書道をずっと習ってて、4段まで持ってるのと、英語
かペン字みたいなのもやってたし、ちっちゃい時に水泳、新体操、ピアノが一番長く続いてたかな。最近の悩みはストレス発散方法は？今は時間が足りないこと。わかる。時間がとにかくちょっと時期的にもね、今そうだね。そう足りなくて時間は足りない困ってます。一番小さい頃の記憶は？うちのお父さんがお仕事に行くよってなった時に、おじいちゃんの畑にいたんですよ。その時みんなで畑のお手伝いか何かをしてて、でもお父さんがちょっとそこから抜けてお仕事へ行ってくるねってなった時に追いかけて行っちゃって、車でお父さんはねお仕事向かってるのに、私は徒歩で追いかけて迷子にそのままなって、結構畑から離れたところで発見されて別の畑をやってるおじいちゃんおばあちゃんみたいな方に「どうしたの迷子?」って聞かれて「パパが迷子なの」って答えたっていう記憶だけある。すごい。そう今日なんだろう。タバコだったから。スーパーのおまんじゅうを勝手に食べるっていう売ってるやつ。美味しそうだね。そうだなと思ってね食べるみたいなのとかはありましたけどね。最近撮ったお気に入りの動画は？はんぺんっていうワンちゃんを飼ってるんで、そのはんぺんの動画かな。私あるわ。千客万来のさ、アート撮影の時に私がキョンが撮ってもらってるところを撮影してる今日ね。撮影してたんだけど、なんかカシャってめちゃくちゃかっこいい。そう煙に包まれるキョンみたいな。な確かにあれはいい動画。すごい気に入ってる。ペットは飼ってる？犬派？猫派？私ビションフリーゼの男の子はんぺんを飼っております。でやっぱ犬派かな。犬派？猫も好きだったんですけど、私実家でウサギ飼ってます。でも犬派か猫派かはポメラニアンがずっと飼いたくて犬派なんですけど、猫可愛いよね。そうでも大好き。猫ちゃんも好き。基本的に動物はみんな好きかもしれない。好き好き。マイブームは？マイブーム？でも芸人さんの YouTube 見ることかな。ラランドさんがとにかく大好きで、今も欠かさず見てる。パペットで遊ぶ。一人で？好きなスポーツは？ないです。スポーツやばい。ありません。バドミントン？やる側ですよね、これ。やる側なら、ありません。バドミントンだけ好き。最近泣いたことは？泣くこと少なくなってドラマ見て感動して泣くか、ユニット活動してるんですけど、ダイアログっていう、もう切羽詰まった時に家で泣きながら覚えたりする。泣いてません。苦手なもの、怖いものは？暗いところ。お化け屋敷超苦手。あと人がいっぱいいるところ。人。今後の目標は？興味はやっぱ継続じゃない？継続と発展、向上。好きなお菓子は？マカロン、太いマカロン。そうそうそう。韓国初のマカロンがあるんですけど、それが一番好きですね。市販のだと、知ってるか、チーズ餅っていうふわふわのおせんべいがあるんだけど、あれがめちゃくちゃ好き。フィナンシェとかクッキーとか焼き菓子が大好もしも男性になれたらどうする？アイドルになる。女の子のファンいっぱいつけたい。好きな季節は？秋。秋。今欲しいものは？iPad となっております。iPad mini と、あとゲーミング PC 欲しい。ゲーミング PC も欲しい。ワイヤレスイヤホンも壊れてるから欲しいし、スマホも欲しいね、新しい。いいね。旅行で行ってみたい国は？海外？アメリカ。幸せを感じる瞬間は？働いてる時。そう、仕事してる時。声優だからやっぱり役柄をいただけた時っていうか、お仕事いただけた時が一番嬉しい。好きな漫画は？銀玉で。あとこじこじはもう今日の人生漫画。シャーマンキングも好きだし、言ってるよね。スパイラル推理の絆も好きだし、ガチ恋粘着銃も大好きだし、いっぱいある。学生の時得意だった教科は？逆に苦手だった教科は？習ってたのもあって、英語だけはむちゃくちゃできる。できなかったのは数学かも。得意なのは国語、あと技術の授業めっちゃ好きです。好きだった。苦手なのは英語。この場を借りて謝りたいことは？廃墟所属声優なんですけれども、廃墟中にはいじりすぎてること。いじったことないですね。いじりすぎて。廃墟中にね。すいませんでした。コンビニのお気に入り商品は？コンビニなんてめっちゃ行くよ。なんだろう。スパムおにぎり。唐揚げくんとか。唐揚げくんめっちゃ好き。普段は料理する？します。人生最大の挫折は？廃墟に
に所属になる前に別の養成所に通ってたんですけど、通ってたクラスの講師の先生がまあいるわけじゃないですか。で、何を私がお芝居してもその声じゃダメって言われて、何喋っても声がダメだから何も言うことないって言われちゃって、その時期は喋るの嫌になりました。挫折だったかも。そういうのあるよね、うん子役で小学6年生の時から仕事してるんですけど、普通に喋ってもらえるみたいな嘘オーディションでこうたくさんの人が並んでてさ、それでなんか「はいどうぞ」って言われて喋り始めた時に「あ、大丈夫大丈夫」普通に喋ってもらってそんな喋ってるんですよ。ぶりっこしてると思われるっていうのが結構あってだかうんな。一回なんか本当に芸歴が長すぎて今18年なんですけど、今19年目か、もうすごい芸能に疲れた時期が一瞬あって、1回だけ多分1年ぐらい普通に働いてた時期がある。その時ドラッグストアで働いててよく話してるんですけど、外でっていう時期がありました。全てに疲れてる。あるよね。初めて買った CD は多分ニュース、私ずっとウーバーワールドが好きだから、覚えているのはウーバーワールドの CD だけど、多分もっと前に他のがある。子供の頃の夢はあ、看護師です。ケーキ屋さん。声優になったきっかけはきっかけは声優のオーディションをひょんなことから受けて、声をめっちゃ褒めてもらえた時に嬉しくてっていうのがきっかけかも。ここだ、自分のいるべき場所はって思って。なんか私いくつかあるんですけど、まあ、そもそもアニメとかゲームとか漫画とかそういうなんかいわゆる二次元コンテンツみたいなものがもともと好きだったから関わりたいなっていうのと、あと私は自分の好きなところとかを考えた時に、まあ、顔とかさ性格とかいろいろある中で自分の声が一番好きだったから、好きなことで働いていきたいなと思って、それで声優目指しました。声優になって一番嬉しかったことは私を見て元気もらえたって言ってくれるのが一番嬉しいです。星谷の声というか、すごい良かったとか、キャラクターのことを好きになってもらえることがすごく嬉しいですね。声優になって一番大変だったことは大喜利。みんながやることじゃないけどね。そう、大喜利 YouTube は見る見ます。大好き。好きな YouTuber はラランドさんとか、レインボーさんとか、コレットプラネットさんあたり見てて、結構美容系とか大好きで、小田切ヒロさんの信者でおすすめしてるやつ買ったりします。 VTuber さんはいっぱい見てます。 YouTube でコラボしたい人は事務所の偉い人呼んでみた。休日は何をしてる寝てます。寝て起きて動画見てゲームして寝る。毎日必ず持ち歩いてるものは財布、 iPhone。 美容のためにやりたいことは早寝早起き。野菜をいっぱい食べる。整体行きたい。パーソナルカラー診断やったことないからやってみたいかも。朝起きて必ずすることは洗顔。あったかいお茶飲む。さゆ。寝る前に必ずすることはアプリゲームのデイリー消化。FOD ネットフリックス。ドラえもんの道具で一番欲しいものはうわぁ、その嘘本当じゃないこれ。何それ。国際スイッチとかそういうのじゃない。あれしか知らない。どこでもドアみたいなやつしか知らない。便利だよね。便利。1ヶ月同じものを食べるとしたらマーラータン。あとグミ。米が一番好き。透明人間になれるとしたら何をするでも人んちみたいな。人んち見たい。見たいです。明日地球が滅亡しますどうする美味しいもの食べるかな。美味しいもの食べてな。家族と過ごす。無人島に一つだけ持っていけるとすれば何を持っていくプロサバイバー連れてく。人がいないと無理かも。生まれ変わったら何になりたいイケメンになりたい。今一番欲しいものはこれさっき聞かれましたね。さっき聞かれたよ。 iPad mini と2回聞くってことは買ってくれるってことじゃない？お互い激アツ展開。お互いの好きなところはゲーミング PC が今一番欲しいですね。お互いの好きなところは逃げられた。逃げられたね。逃げられた。はい、逃げられた。顔、声も好きだし、顔も好きだし、性格も好きだし。みおたは結構ね、しっかりしてるの。結構今日の話とかいろいろ聞いてくれるの。宝くじが当たったら嬉しい。嬉しい。いくらかによりますよ。だっていくら1000万1000万だってでも働かなくていいからつまんなくなっちゃうよ。1000万じゃ働かなきゃダメだよ。1000万ってお家建てられないですか？こと言われない。以上いらない。一番影響を受けた人上戸彩さんとベッキーさんとかマルチに活躍してる人がすごい好きで、この人からですみたいなのは私あんまりないかもしれないです。ずっとその衝撃が消えないのは天海祐希さん。
つい集めてしまうものを。そんないっぱいありますよ。ガチャガチャなんていっぱいガチャガチャとかもそうだし、辿っていくとその結構可愛いキャラクターものが好きなんですよ。うんこじこじとかサンリオとか、ね、何につけるとか家に飾るとかももうできないくらい、一番多いものは推しのアクリルスタンド。苦手だけど克服したいことは。私がやっているその担当している役柄がすごい賢いキャラクターで、でも私は英語できないから書きとかじゃなくて話す方学んでみたいな。ああいいかもしれない。今日はでも人見知りがちょっと治ってきたんですけど、もうちょっと直したい。人と喋れるようになりたいですね。自分の長所と短所。長所短所両方同じで、真面目すぎるとこです。私も短所か。どんな嫌なこととかハプニングがあっても全てをネタにしようとしてしまうところがもはや短所なんじゃないか。もし一日だけ別の職業をするなら。本屋さん。今日ね、パン屋さんやりたい。パン大好きなんですよ。自分へのご褒美は。トゥンカロンとかを買うっていう、ちょっと高いスイーツとかを甘党だからめちゃくちゃ買ってご褒美に食べるとかね。食べ物だね。ご褒美って言ったら、ちょっといいものだね。人からよく言われる第一印象は。ちっちゃいね。でも意外とその接しやすい人だと思われることが多い。だから人見知りなんですよって言ったら、そんな風に思わなかったですって必ず言われる。これだけは負けないということは。それを作っていきたいよね。唯一無二になりたいですね。人と違うことをしたい人です。最近幸せだなと思ったことは。応援してくださる方とかの声が実際に届いたりするのも嬉しいし、でもやっぱライブやってる時が一番幸せかも。楽しすぎる。もし時間を戻せるならいつに戻る。今日ね戻りたくないんですよあんまり。戻りたくないかも。人生で一度はやってみたいことは。今日ね、メイド喫茶。私普通に配信したい VTuber みたいな感じで。もし魔法が使えたら。大富豪になーれ。すごくご飯を食べてしまうから、いくら食べても太らないやつ。ゼロカロリー。最近感動したことは。ヒット活動してるとそれこそライブとか毎回感動するし、そのライブとか終わった後にちょっと褒められただけでダバーみたいなみたいなのは結構あった。ラジオをやらせていただいているところでお誕生日のお祝いをしていただいて、演じさせていただいているキャラクターが書かれている色紙をいただいて、すごい嬉しかった。最後です。最後視聴者に伝えたいことは。チャンネル登録、グッドボタンコメント、拡散とか、でもよろしくおあとその願いします。私たちに比大事。較力がないから、こういうのやってほしいとか、うんうんうん一緒に作り上げてってほしい。そうだね。やりたいことはたくさんありますけど、まずはみんなと一緒にね、見てくれてる皆さんと楽しい YouTube にするのが一番だと思いますので、はい、ぜひぜひ応援してください。一緒に作っていきましょう。お願いします。お願いします。